始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間です。私たちみさきとのぞみがお届けします。ねえのぞみ、おにぎりの具って何が好き？私は鮭かな。みさきは？私は梅こしのおにぎりが好きなんだよね。梅か。美味しいけど酸っぱいよね。初めて食べる人はびっくりしそう。確かにあの酸っぱさかなり強いよね。でも日本ではおにぎりにもお弁当にもよく入ってる。白いご飯の真ん中に梅干しが乗ってるお弁当もあるよね。日の丸弁当だね。日本の国旗みたいに見えるからそう呼ばれてる。名前は知ってたけど考えてみると不思議。なんであんなに酸っぱいものをご飯と食べるんだろう。まず梅干しってそもそも何？梅干しは梅の実を塩でつけて太陽の下で干したもの。材料はシンプルなんだね。基本は梅と塩だけ。梅って桃みたいな果物？近いね。酸っぱくて硬い果物でそのままだと食べにくいの。なるほど。あの赤い色は何？赤じそっていう赤紫色の葉っぱ。あれで色と香りをつけるの。しその色だったんだ。でね、梅漬けと梅干しは別のものなんだよ。違うの？干さないものが梅漬け、干したものが梅干し。干すかどうかで分かれるんだ。そう、漢字も干すで梅干し。干すと味が濃くなって長持ちする。名前に作り方が入ってるんだね。今がちょうど梅の季節なんだよ、6月。あ、スーパーで緑の梅見たかも。それ、青い梅がたくさん並ぶの。みんなあれを買ってどうするの？家で梅干しを作ったり、梅酒や梅シロップを作ったりする人がいるの。梅酒は知ってる。梅のお酒だよね。そう、梅シロップは梅と砂糖で作る甘い飲み物の素。水や炭酸で割って飲むよ。美味しそう。こういう梅をつけたりする季節の作業を梅仕事っていうの。梅仕事。季節の手仕事なんだね。毎年この時期になると今年も梅の季節が来たなって感じる人もいるんだよ。ねえ、なんで梅干しってあんなに酸っぱいの？あの酸っぱさはクエン酸っていう成分、レモンにも入ってるよ。考えただけで口が酸っぱくなるやつ。そう。で、しょっぱいのは塩でしっかりつけているから。酸っぱくてしょっぱい。味が強いんだね。そう。だから白いご飯と一緒に食べるとちょうどいいの。なるほど。ご飯が進むんだ。それに塩でつけて干してあるから長く保存できる。だから梅干しは昔から保存食として大切にされてきたんだよ。ただ酸っぱいだけじゃなくて保存するための食べ物でもあるんだね。じゃあ作り方も見てみよ知りたい。う。まず洗った梅を塩とともに容器に入れてつける。塩漬けだね。そう、何日かすると梅から水分が出てくる。この汁を梅酢っていうの。梅酢、梅から出るお酢みたいなもの。そんな感じ。料理にも使えておまけでもう一品できるの。お得だね。次に赤じそを入れると赤い色がつく。あの赤はここで生まれるんだ。そして最後に梅を干す。夏の晴れた日に何日か太陽に当てて干すの。外に干すんだ。そう、昔ながらの作り方では3日ほど干すことが多いよ。これで味が濃くなる。手間がかかってるんだね。だから干すで梅干しなんだよ。じゃあ食べ方もいろいろ紹介するね。定番は？やっぱり梅おにぎり。あとさっきの日の丸弁当。ご飯と一緒が多いんだね。そう。あとお茶漬け。ご飯に梅干しを乗せてお茶をかけるの。食欲ない時に良さそう。まさに。あと叩いた梅干しをきゅうりと和える梅きゅうり。おつまみっぽい。でね、洋風の料理にも合うんだよ。例えばパスタやサラダのドレッシング。パスタに梅？合うんだよ。梅干しは酸っぱくてしょっぱいから、レモンや塩の代わりみたいに少しだけ使えるの。たくさん入れるんじゃなくて少し使うんだ。そう。味が強いから少しで大丈夫。もし梅干しが手に入ったら料理に少し混ぜてみるのも面白いよ。試してみたくなるね。じゃあ今日のまとめ。梅干しは梅を塩でつけて干した酸っぱくてしょっぽい保存食。干さないものは梅漬けだったね。そう。日本ではご飯やおにぎり、お弁当と一緒によく食べる。初めて食べるなら？梅干しだけじゃなくてご飯と一緒に食べるのがおすすめ。酸っぱさが和らいでちょうどよくなるよ。なるほど。ご飯とセットなんだね。ということで皆さんに聞いてみたいんだけど、皆さんの国に梅干しみたいな酸っぱい保存食はありますか？梅干しを食べたことがある人は感想もぜひコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回デイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。